今地球の上空を見せていただいています。宇宙ではなくて地球の青い青い空から地上の地球を見ています。とても美しい青い地球です。多くの人々の営み、そして生命波動が宇宙空間に向かって放たれてる生きてる星というバイブレーションを感じます。今地球の上空を一巡り見させられています。地球にはこんなにもさまざまな国々があり、民族があり、国家があるんだなって、その様子を上空から見せられております。すごく賑やかな星だなって、もし他の天体から地球に来たら見た方はそう思うと思います。他の星も見せていただいたりしてましたが、ああこれが三次元に肉体を持った生命力の開花してる星なんだなっていう、そういう躍動感みたいなものが感じられます。そして今いざなわれるように、今地球の内部の方に向かって急降下しています。この空間は地上のではないです。地球の体の中にある地球意識の霊体です。やはり螺旋のように、なんていうんですか、渦を巻いたような、そのようなところで今螺旋に乗りながら地球の内部意識の中に入っています。人格霊ではないとはこういうことですね。地球の球体の中に、その球体の中に光の玉のように、そこにみっちりと、これが地球の魂でしょうか、霊体が入っています。霊体の色がやはりブルーと白の色を持つのも不思議です。螺旋状に今導かれているように地球の核のところに降りていっています。核の内部に入りました。何とも言えない優しい、懐かしい、万物を愛してやまないという愛しいという思いにあふれた意識に包まれています。私はどなたと話せばいいんでしょうか。この今私を包んでいるこの意識、球体の意識、それが意志を持っているんだって感じます。この内部の核のところ、そこに一つの強い意志が働き、核となしています。そこに多分これが重力の力であろうと、重力というのは地球意識の意志でそのものなんですね。そういうふうに感じます。地球の霊体の中を今見ています。まだ語りかけないとこを見ると、今見守られているのはわかるのです。でも何も語られないっていうことは、私に今見せてくださってるっていうことだと思います。
球に住む愛しい我が子供たちよ、ようこそ来られた。あなた方の仲間が過去幾度か私のもとを訪れたことがある。しかし私の叫びは、私のメッセージは地上にいる者たちに届かなくなって久しい。私の愛してやまない神の子たちよ、あなた方は今この地球にありて何を思い何をするべきか、そして己自身の神性をどのように表現して気づいて命を輝かすのか、そなたたちが自らの使命を役割を見失ってから行く久しいように思う。私はかの時よりこの地球という肉体をまとい、多くの命を送り出し、命の源としてその神の子たちを育んできた。私の命の中からあなた方の命は生まれた。私の命は大いなる神の御胸から生まれた。だからあなた方も大いなる宇宙の大いなる神の御胸から分かち生まれてきた神の子である。生まれてきた命の流れはそれぞれの光を輝かし、その神の愛のエネルギーを表現する場を求める。そして愛を表現し、愛に命を吹き込み、生命としてさまざまな宇宙空間にある場を使い、命を表現することで神の愛を表現していくのだ。あなた方が作られし時より気高き神の子であると、そのように気づき、あなた方ができる命の響きでもってこの宇宙を彩らなければいけない。その手始めとして我が体、地球というこの場所に命を受けた。魂においては他の星で命を受けたとて、この地上で修行をする体の命の波動は、命のエネルギーは私の体のエネルギーの一部である。だからあなた方地球人は我が子であると、我が身を分かち合った我が分身である愛しい子供たちであると、そのように見守っている。そなたたちにも親はおろう、子がおる者もおろう。もし親ならば今の地球の状態を見てどのように感じるかわかるだろうか。私は一切の命を育み、そなたたちが知っているようにマテリアルという
この物質界におけるあらゆる素材を提供し、命を吹き込み、そなたたちが表現するのを己自身の魂の尊さに気づくのを待ちわびてきた。宇宙には大法則がある。自分で成したことは必ず本人に戻ると。自分で出したことは良きにせよ悪しきにせよ自分たちに戻るのであると。それは個人個人から星の単位に至り、そして大宇宙のオウムの体の中においても全てその法則は貫かれている。そなたちの人生においてもさまざまな幸不幸、さまざまな病や不幸な出来事があったとしても、それは自分自身の想念が生み出したり、己自身の学びのためにそれが起きるようになっている。でもそれは必ずや自分自身の中にあるものを気づくための歪みを修正する上で、己自身がマイナスに発したもののその反作用を自分自らが受け止めているのだ。それが個人の中における人生、運命と呼ばれるものを形作るエネルギーの流れがあるであろう。それがその惑星における人々の想念の集積が、やってきたことの思いが蓄積され、今度は地球人という地球という惑星単位におけるそのやってきたことに対する結果というもの、それを償うべき時が来る。素晴らしいことを積み重ねてきたのならば、素晴らしい結果がその惑星に起きる。そして誤った神の子から大きく逸脱した道を歩んだ者たちであるのならば、その反作用というものが惑星単位で襲ってくる。そのようなことが起きる。そしてそれは太陽系の周期、銀河系の周期、そして最後は大宇宙オウムのお体の周期の中で必ずやその結果原因というもの、そのやったことに対する結果というものが起きるべき時というのが決まっている。そなたたちはアセンションとかいろいろ言っているが、大きく考えたらば個々人の中で一つの7年10年という周期の中で決算をつけさせられて、結果というものを突きつけられる時があるのと同じに、地球としての周期としての決算結果を出すべき時があるということ、それが今そなたたちが言っている地上浄化の時のタイミングになっているのである。アトランティスの時においても、レムリアの時においても、ムーの時においても、あと数々の文明があったが、最後に必ずその天変地異や大陸が沈むということを思って、その時代の隆盛を誇っていた人々が忽然と文明の頂点から消え失せたであろう。それはそういう地球の周期、
その決算を果たさなければいけない周期という時に、彼らがその結果を自らが受けるために、償うために、そのような結果を起きてしまったということである。その時が再びまた来ようとしている。その周期が水亀座を迎えるこの時期に来ようとしている。それまでにしっかりと神の子として愛に満ちたそういう思いで文明というものを築いていたのならば、このような時、ターニングポイントとあなた方が言っているようなそのような時は少しも恐れることはないであろう。そうであろう。胸を張ってその時期を迎えればよいのである。しかし人類はまたもこのターニングポイントのこの結果を出すべき時に、神の心から神の子としての認識を気づき得なかったという生命のバイブレーションというものを大宇宙の波動と沿わすことができるほどに高い愛の精妙な波動の神の子として文明を築き得なかったというそういう反省を持ってこの決算期を迎えなくてはいけない。またそのような時が来てしまったということである。今地球を考えようという運動が起きているのを感じる。それはとても嬉しく、とても私としては喜ばしいことであると思っている。神の自然波動は大自然というものを素材として、その中に命というものを宿らすことにより、生命の息吹というものを宿らすことにより、この三次元の中に、この惑星という体の中に神の思いというものをそこそこに散りばめ、神の思いというものをこの地球の大自然の至るところに表現している。それが私たち地球意識の使命でもある。今私たちと申し上げたのは、私は地球意識の中における男性性の部分である。聞いたことがあるであろう。9次元が終わり惑星意識に入るとき、自分のパートナーと共に惑星の中に入り、そこで陰陽のエネルギーでもって惑星を作っていくということを、その中において私のパートナーガイアが担当していることは、そこに命を吹き込むということ、命の流れを育むということ、それを仕事にしている。私は男性性として強い意志のもとに空中に分解しないように一つの意志、この宇宙空間の中に地球というものを作り、その強い磁場の中において一つのコミュニティとしての共通目的を持ったそのような修行場を作らんとする、そういう意志、それでこの惑星というものの基盤を作ってきた。空を作り、
大自然の中におけるさまざまな動きを作ってきた。天体の中における地球自身の公転自転を通して天候を司り、この惑星の中における酸素、重力、温度、どのような状況で生命が育み修行できるか、どのぐらいの太陽からの光の恵みをいただき、愛のエネルギーをいただき、そしてどの程度離れていたらば寒暖の差の中で生命がちょうど良いか、そういうものをすべて環境的なものを司るのが男性性である私の役である。私はテラと呼ばれている。地球ってあなた方では英語でアースという言い方をするかもしれないが、テロリス、テラという響きは古来より私の男性性という部分を指した言葉である。ガイアというのは水に象徴される女性性というもの。この間セレニティから女性性ということを学んだ時に、女性性は水のようなものであるということを聞いているであろう。ガイアは私が作ったその入れ物の中に命の息吹というものを、水というものを通して生み出す、そういう役割をしている。肉体やそういう生物的な細胞というものは外的に作ったとしても、そこの中に命として息づく神の思い、それを内側から生命力として生み出し吹き込んでいく、それが彼女の使命でもある。私たちは常に共同作業しながら命を育んできた。私はこの地球の中にある素材、マテリアルの中でできるだけのものを作ってきた。そしてその中において地球の霊界にいる者たち、地上にいる者たちとの共同作業により、他惑星から来たもの、そういうものの DNA や基本形を使って今日まで地球人類というもの、そしてあらゆる動物たち、植物たち、鉱物、すべてに至るものを共に創造してきた。原初系のものがもし他惑星から入ったとしても、その後子孫を育んでいくのはこの地球意識の地球の体の底にあるマテリアル、それを使ってそなたたちは生まれてきたのではないだろうか。惑星単位においてそのような試みがある。ただ地球では地球オリジナルの人類というもの、そして地球ならではの表現形としての動植物、環境というもの、それをオリジナルの中で表現せよと、そういうのがオウム大宇宙の神のご意志である。だからどの惑星に至ってもそれぞれの星が生み出す個性、それぞれの星が表現する
おのおの違った個性で自分たちの世界を表現して彩りというものを表現しているのだ。それを選択する自由意志ももちろん我々には許されている。今の地球人たちが海を汚し、川を汚し、大気を汚し、食べ物の中に毒物を入れ、それは地球である私の体を痛め、そしてガイアの水の命の流れまで怪我している。そこにおいてできることはないか。地球を救えと、地球という環境を怪我してはならないと、そのように立ち上がってくれている者たちが出てきたことを私はとても感謝し、喜ばしいと思う。しかし地球の温暖化が叫ばれ、地球が水が汚染されているということ、そのことのみを思い、そのことさえ CO2 が解決されればいいという認識でとどまっているように思うのが、私はつくづく残念に思っている。そのような状況を作ったのはなぜか、何が原因であるか、そなたたちは考えたことがあるであろうか。それは先ほどから言うように、そなたたちの肉体も命の息吹も、そして共に生きる動物、植物、そのすべてが地球というこの私たちの作った環境の中において、そして命の思いにおいて、愛の流れの中でそなたたちは命を育んできているのである。その共に生きようとしている惑星地球の家族であるということ、皆がつながっているのであるという、その自覚がないから、自国だけが、自分だけが良い思いをし、工業を発展させ儲けたのならば、海や川や山を壊し怪我しても構わないのであると、空にいくらでも捨ててもいいのだと思う、その愛の欠如、その認識の足りなさが CO2 を生み、温暖化を作り、この地上の水を汚してしまい、命の根源を汚してしまっているという現実が起こしている。それによって私もガイアも苦しいが、一番苦しいのは私たちよりもあなた方人類であろう。違うか。食べ物には毒が入り、空気を吸えば窒息しそうなような汚い空気を生み出し、飲む水の中には毒が入り、温暖化で大陸が、家が、大地が失われていく。北極にいた生き物たちも、南極にいた生き物たちも住めなくなっていくのは、誰がどうしたのか。人類が自分勝手にやり、
愛なき思いでこの私の育んできたこの惑星自身の家族であると一員であるというその自覚がないから勝手なことをして一番苦しく自分で自分の首を絞めているのが今の人類なのではないのだろうか。私が苦しいということを確かに苦しいがそのことを言うよりも親は我が身がどんなに傷つこうとそこでもっと苦しんでいる子どもたちの苦しむ姿を見る方がもっとつらいということをあなた方は知っているであろうか。表面的なことを言って CO2 を出さなくて温暖化を避ければそれでいいのだろうか。私はそうではないと思う。それは愛なき思い、神の子として神の星に住んでいる家族として大宇宙の一員としてのそういう感謝と愛のエネルギーとしての分かち合って共に支え合って感謝し合って共に生かし合って生きるという愛の思いに立ち戻れない限り今のようなことは起き続けその度に自分自身が一番傷つき滅びて何度でも滅びていかなくてはいけないその苦しさを享受してしまうのは学びといえば魂の学びでは確かにあるけれども私はあなた方が傷つき苦しみの中で恐怖の中で滅びていく姿を見るのはもう内心うんざりなのだ。そのような姿を親に何度も見せないでほしい。我が子が滅びていく姿苦しんで死んでいく姿を何度私たちは見ればよいのか。表面的なことにとどまってはいけない。本質的なことを学びなさい。今回自分たちがどういうルーツで命を持ち今地球という場所に与えられたのか。地球人という地球という惑星で共に私の肉体を皆が譲り受けその命をガイアの命を皆が息吹として与えられこの地球という星の空間の中で成長し学ぶことを長い長い歴史の中で育んできた共に運命共同体としての家族であり仲間であるということであるならばそなたたちはこの地球人として何をなさねばいけないと思うか。温度が何度か上がったから大陸が沈んだからそんなことでそんなことだけで終わっていてはいけない。それが愛であり人類愛であるように思ってはいけない。それは人類の勝手というものではないだろうか。今住んでいるところが住めなくなるから困ると空気が汚れて CO2 が出るのが温暖化が止まったらじゃあまた郊外を空気を汚すことをするのか。それでは少しも学びがないということなのだ。神の子としてどのように自分たちが創造されどのようなことをこの星に生きるも一員として何を自覚して生きなくてはいけないのか。大宇宙の神より愛というものを分け与えられた
神聖にきらめく愛のエネルギーを放つ気高き神の子であるというその自覚があれば、間違っても自分たちだけが良かれと思い汚いものを海や川を汚し、その大気を汚し、鉛のような毒物を海に畑の中に混ぜることはしないであろう。違うか、根本を見据えなさい。そうでなければ表面的なことだけを言ってもう根本的なことは何も解決されないということなのだ。あなた方人類にとって生き延びるために空気が汚れ、水が毒され、畑に全てのものの中に大地の中に毒物を混ぜたのはあなた方人類であろう。しかしもし地球自身が、私自身が身震いをし、今はその毒物を、その不調和な波動を震わし浄化してしまうことがあったらば、そなたたちがまた大陸の中に天変地異とともに海の中に沈んでいったら、一番困るのは人類そなたたちであろう。私の地球の体の中にはそなたたちが毒物であると思うものも全てが含まれて古代より生成されてきている。鉛でも何でもそれは一つの役割の中において使われれば素晴らしいものになる。もしあなた方が気がしているこの空気、水があったとしても、大地を震わせ、雨を降らせ、地球の上空をそなたたちから見たら長い時に思うかもしれないが、自然界の大浄化ということをすれば、また地球という環境は元の美しい環境に生まれ変わらすことができるのである。でも今地球人類の認識がもう少し待てば神の子として自分自らの愛の思いにたどり着くことができるから、今ひとたびその大地を震わす浄化を待たれよと、待ってほしいという願いを聞き届けて、私は自分の体の表面にはびこる海のような病のような不調和な波動に耐えているのである。すべての元素はもう一度生成されれば、すべて新たなものの中に使われていく。決してそなたたちが毒物だと思っているものだって宇宙の中においては必要なものとして再生されていく。ただそれが今の人類の体にとってはマイナスに作用してしまう、それだけのことなのだ。地球の大気が今よりももっと暑かった時、温暖化であった時は過去いくらでもある。ただそれにより氷が溶け、海の海面の高さが上がり、今そなたたちが住んでいる大陸が、住むところが水の下に沈んでいくという、そのことをもってそなたたち人類が困ったと思っているのではないか。それは地球の歴史の中においたらもっともっと海面温度が高かった
高さが高かった時もあるし、人類がもっと少ない場所しか住めなかった時代もある。だからそのような自分たちにとって不利益だから地球のために何とかしようと、それは逆であるということを私は言いたいのだ。私の中においたら宇宙光線であろうと、その人たちが聞いてるかもしれないが、人類が現れるまでは大地が不安定で、亜硫酸ガスとかさまざまな命が住むことができないようなガスが大地から湧き出てた時もある。だからといってその時期もまた地球の中において大切な時、その成分も部分も、それが今の地球を作る大事な元素となって原料となって今日の地球を形作っているということである。だから自分たちの中において何故にあなた方人類にとって生命の危機になるような状況を生み出すようなそんな環境にしてしまったか、そこが一番大事だということに気づいてほしいのだ。それには自分勝手なエゴイズムを捨てなさいということ、共に運命共同体である家族である地球人として愛のもとに感謝のもとに今の自分の愛というもの、それを表現できる命の場を与えられたということを、命の花を咲かすことができる肉体を与えられたということを感謝し、共に助け合うのであったのならば、自滅するような地獄のようなこのような環境は作らないであろう。そしてそれは最初から言っているように、宇宙の中での原因結果という自分自らが招いた結果であるということを私はあなた方に言いたいのである。私が作ったのではないよ。私は一切のものをあなた方に与えてきた。あなた方が住みやすいように一生懸命地球の公転周期地軸の角度、そしてそこに住める肉体を宇宙心霊でと地球心霊、あなた方でいう天上界の指導霊だね、彼らと相談しながら最も良い肉体と環境というものを今日まで作り、あなた方に与えてきたよ。その大自然の大調和を自らが崩し、自らがその悪環境の中で肉体を病み、さまざまな病というものを作って神より与えられし、本来ならば万能な肉体と魂の健全さを失いつつあり、病に苦しみ魂の病気に苦しんでいる状況を作っているのは誰であるのかということ、それは可愛い神の子たちよ、我が子供たちよ、そなたたちではないのか。そのたち自らが招いた結果ではないのか。たまには地球儀を持ち出し見てごらん。私たちが住んでいる私たちの地球は丸い球体の玉だよ。この球というのは他の惑星においても、この宇宙の中では皆惑星は
球体をしているであろう。それは表面張力の中で一つの完結した世界というものを作るというそういう構造の中で一つの完成された世界を表す姿なのだよ。この球という中に全ての命と全ての可能性と全ての神から与えられた命の息吹を込めて私たち惑星意識は星を作り出す。地球という惑星もそのような新たな希望を持ってこの地球をこの環境を作ったんだ。先ほどこのものに見せていたように上空からこんなにも命が活気づきこのように多くの魂が多様な魂が宿ることができる。そのような星は他の天体宇宙を探してもあまりないと思う。それはこの地球というものの使命の中に多様性を受け入れるということ、そして相反するものであってもそこに大調和を目的とし自らが他の異なるものとに触れることによって己自身の個性というもの、使命という自覚、そういうものに気づき神の世界の多様な表現というもの、その宇宙のサンプルのような星としての使命も預かっている。だから無秩序にあるのではなくそれぞれの惑星の中にある者たちが抱えているそれぞれの個性、それぞれの惑星人たちの特性、それが少しずつこの地球というところにまるで博物館のように受け継がれ残されている場所であるということも事実なんだよ。だからこそ逆にまとまりが悪い。まとまりは悪いがでも異なるもので互いに刺激し合い多様な文化が発達する中で命のきらめき活性化ということ、それがこの地球のエネルギーともなってきた。私はさまざまな失敗もあったがこの失敗を乗り越えさえすれば地球自体があえて歩んできた挑戦の日々、多様なものを受け入れ統合し、そして神の世界の多様さというものに自ら身を委ね表現していくという自由というもの、そういうものを表現できる地球というもの、そういう惑星を作ることができてということを大変誇りに思っている。だからそのような多様な試みのあった地球なのだからあなた方もどうか愛の思い、神の子としての自らの覚醒、目覚め、自覚、そして宇宙は一人一人の自由意志を尊重しながらも全てがつながっている
共に神の意識の一部であり、大宇宙につながるまでの全てが運命共同体としての一体感のもとに神の愛の思いというのを表現している、そういう存在が我々神の子であるということをどうか気づいてほしいのである。それゆえ孤独なものなど本来はいない。すべてが一体である。そして私たちが運命共同体で、私たちが皆仲間であり、皆家族であるように、地球人類は皆手を取り合い、そう今あなた方が手を取り合っているように、手を取り合い、心の中で互いに愛し合い、信頼し、相手の幸せを、相手の健康を、幸福を、自らの幸福と幸せと願えるような状況になったならば、今生み出しているようなそのような自然環境を破壊していくような身勝手な結果は絶対に起きないであろう。そしたら天変地異のようなことも、人類を苦しめる天変地異と呼ばれているようなことも起きないのだ。なぜ天変地異とあなた方が一番恐れているものが起きるか。それはあなた方の誤ったその思い、その思いの波動の集積が地球の中における原因結果の論理の中における反作用を生み出し、自分たち自身が一番苦しみ、その結果それが限度を超えると大陸などが分断し、まるで病原菌が白血球によって滅ぼされていくように、あなた方の細胞というものがもう地球上に存続することを許されなくて、海の木図となって消えていってしまう。だから自分たちでは防ぐことができないから、天変地異は一番恐ろしいとよく言うかもしれないが、それは宇宙の法則のままにあなた方が自ら引き寄せてしまっている計画であるということ、そのことにもっと気づいてほしいと思う。そうしたらば地球規模でのそのような人命を奪うような反作用というもの、天変地異というものはもう起きないであろう。あなた方が愛の自覚のもとに、家族はこの地球人類が皆家族であるという愛の思いで心と心の手をつなぐことができたならば、今まであなた方を苦しめていた天変地異などは何もなくなる。私も神の心と同通し、あなた方も大宇宙の心である愛の心に同通し、皆が大調和し一体となって神の星として愛の星として輝くことができる。私が大宇宙の神からの愛の波動というもので大自然を環境を作ってきて、でもそこに住まうあなた方がその愛の波長に合わぬ振る舞いと思いを出しているのならば、地球として愛のバイブレーションで一体化し、この地球自身が成長する次の段階に行くことはできないのである。私の中にある地球と地球の大自然が本来持っている愛のバイブレーションと地表に住まうあなた方のバイブレーションが大きくずれた時、あなた方はこの地上に住まうことができなくなるのである。
どうか我が子よ、我が子たちよ、自分たちの命を自分たちの神の子としての役割に目覚めてほしい。あなた方が愛の思いに祝福の思いでこの地球人であるということを誇りに思い生き続ける。そして次の段階において愛の星として神の愛のエネルギーに一体化して生きることができ、この地球として皆で手を取り合って地球独自の文化を文明を発信することができたならば、どれだけ私は嬉しいことであろう。そしてそれをすることがあなた方この地球に住まう者たちの次なる成長を生み出し、本来の神の子としての愛の表現段階に至ることができるのであると、そのことをあなた方にお伝えしたい。どうか地球規模で語りかけ合い、もうインターネットを使って地球をネットワークで包むことができる時代が来ていると思うので、あなた方にとって地球の仲間たちと手を取り合うことはそう難しくはない時であると思う。さまざまな情報がもたらされているであろう。たださまざまな情報と知識に振り回されることよりも、神の子としてあなた方が何の自覚のもとに生きるべきであるか。愛とは分かち合いであり、愛とは無条件に捧げ尽くし合うべきものであり、愛とはあらゆる命を育て育む、その優しさをおおらかさを秘めているものであるということ。そこに自分勝手なエゴの思いがあったらば、それは大宇宙の波動と共振といって共鳴することができずに脱落しなくてはいけない。そういうのが宇宙であるということ。神の思いの中は絶対的な愛の思い、絶対的な光の世界であるということ。あなた方が聞いているルシファーのことでも、私がここに連れてくることを許可したのも、彼の力がいかに偉大であったとしても、困ったものであったとしても、それもオウム神の属性の一つにあるということ。そしてそれがあるゆえに我々は光の大切さということを学ぶことができるのだと思う。だからどうか彼を通し光を学び、彼を通し愛を学ぶことを、そういうおおらかさをどうか見失わないでほしいと思う。決して彼がどれだけルシファーがどれだけ力を持っているか知らないが、彼が持っているものと大宇宙の愛の深さ、量、光の世界の圧倒的な光の量に比べたらば、彼の持っている闇の量などほんの取るに足らない些細な量でしかないということ。
彼の力などほんのわずかなものでしかないということ。地上にいる人類がルシファーがいなかったとしても、自分たちが住んでいる惑星一つ調和できず、汚し放題に汚し、自分たちで苦しんでいるのではないだろうか。であるのならば、彼がつけ込めばもっとか乱される脆さ、弱さ、未熟さを持っているのが地球人であり、そこのところを逆にルシファーのトリックにより、あなた方は魂の足腰を鍛えられているんだと、地球におればこそそのような魂を鍛える機会があるのだと、そのように思われるがよいかと思う。それが辛くてしんどくて嫌であるのならば、もっと穏やかなものだけの刺激はないけども穏やかな惑星というのは他にあるので、そちらに行かれればよいかと思う。この地球は究極の二元論と呼ばれている。大宇宙の中に置き、マイナスの闇のエネルギーを、そこの怖さを触れることができる、そのような惑星かもしれない。それがゆえにこのように地獄界というのが拡大し、神の光を遮った空間を作っている。でもそれがであるがゆえに、あなた方は闇の深さとともに愛なき者たちの苦しさ、闇があるがゆえに光の大切さ、尊さ、愛の気高さ、愛の必要性、自らが愛であると光なきところには苦しくていられないという、そのことを魂の学びとすることができるのではないだろうか。そのような意味において、私は究極の二元論としての魂の足腰を鍛える、先ほどから言っているように大宇宙の博物館のような知的に勝るもの、芸術的感性に勝るもの、運動機能、そして念に法力などで強い者たち、さまざまな惑星からの移住者を受け入れることによって、地球人という中にさまざまな多様性を作り、そこを転生していくチャンスがあることによって、多くの人生を学ぶことができる、そのような惑星を目指した。そして最後とどめがルシファーを受け入れることにより、光と闇の大切さ、二元論により宇宙というのは成り立ち、その中であったとしても闇に対し圧倒的な光の領域の中で神の偉大さを改めて知るのである。ちっぽけなちっぽけなが、あなた方が今地球を汚して怪我し、自分たち自らが苦しめ、仲間同士苦しめ合い、本当に殺し合っているような状況を作っている。でもそれは地球意識である私がちょっと身震いをすれば、あなた方の文明が破壊され、海の底に沈み、地球は大浄化の過程の中でまた本来の健全さを取り戻すであろう。それぐらいあなた方がこの地球の支配者であるかのような顔をしているが、地球の表面に一時住んでいる者たちの力でしかないということ。エゴにより地球を今痛め、自分たちが苦しんでいるが、ルシファーがやろうとしていることも同じこと。自分自らが宇宙を陣取り、宇宙の根源の神にも及ぶと思っているかもしれないが、
そんなものはオウムの神が咳払い一つすれば全て闇は消し飛んでしまうほど、それほど圧倒的な光一元、光の渦の中で、圧倒的な愛の思いの中で、その表現を持っているのがこの宇宙である。だから地獄界があろうと、ルシファーが来ていようと、そのようなことを恐れるな。逆にそのような者たちの苦しさ、誘惑を通して自らの愛のエネルギー、自らの神の子としての気高さ、使命、ミッション、その高貴さ、あなた方に神が託されて何故に送り出したか、作られたか、そしてこの地球という惑星に送り込まれたか、何故にあなた方が今そこに存在するのか、その自らを、自身という存在というものの答えを見つけてほしい。あなた方は偶然の産物でこの地球意識のところで偶然に巡り合わせ、無軌道に目的もなく今という刹那的な時だけで滅びてしまう土くれのような人形のようなものではないということだ。永遠の過去から永遠の未来に向けて命を与えられ、神の愛のエネルギーを分け与えられ、その中において愛という命を表現し、あなた方の高貴さを神の子としての表現形態の中で、そのミッションとして宇宙を彩るために、あなた方個人としてのオリジナルの素晴らしさを、才能を与えられてこの地上に降ろされた神の子、光の天使たちであるというその自覚に気づけ、そうであったのならば今の地球の中で互いに傷つけ合い戦争をし、自分たちが吸わなくてはいけない空気を汚し、飲まなくてはいけない水を汚し、食べなくてはいけないものを運ばなければいけない大地を汚すことができるであろうか。そんなことにも気づけずにエゴの思いで生き続ける。それが表面的なことだけではなく、自らが何者であるかという自覚にしっかりと根付いたものでなければ、本当の意味での環境問題を叫んだとて、エコ問題を叫んだとて、本当の意味での解決策にはならないということを知れ。あなた方が地球の中における真の家族となり、そして私と本当の意味で神のエネルギーとして、神の子同士として一体となって大宇宙の中における一員としてふさわしい地球という家族として神のもとに出向くことができるような、仲間として行くことができるような、そのような惑星に今回なりたいと思う。そのような決算期が近づいているということ、そのような時期が近づいているということ、そのことをあなた方に言っておきたい。いかなることがあろうとも、私はあなた方を愛しているよ。ただただあなた方が成したいことをしなさい。ただ親として幾度も幾度も
子供たちが痛ましい苦しみ方、痛ましい死に方をしていくのを見るのは忍びないので、私からこの場を借りて今日メッセージさせていただいた。ガイアも脇で頑張ってほしいと、いつもあなた方のことを愛しく思い、愛していますと伝えてほしいと彼女は言っている。彼女は水の中で、あなた方の人体の中に、動物も植物も全てが水の中で命というものが循環しているであろう。体の中の大部分は水というもので命というのが育まれているであろう。そこの中にガイアの思いがあるということ、そう気づきなさい。あなた方は勝手に一人で生きている宇宙の中で、地球というところに放り出されて生きている孤独な人類ではないということ、内も外も、そして大宇宙に抱きしめられ、内側は私たち地球意識ガイアの愛の思いで抱きしめられて今いる存在であるということにどうか気づいてほしい。我々の愛を受け取ってほしい。我々の愛を気づいてほしい。そして気づいたならば、あなた方も愛を放つ神の子としてどうか生きてほしい。そのような者たちが住まう地球というものを私は夢見ている。そのような地球を作りたくて、そのような惑星を作りたくて古来より頑張ってきたのである。あなた方の行く末をいかなる時であっても見守ろう。あなた方を永遠に愛していこう。だから頑張ってほしいと思う。大自然の中に耳を澄ますと、私の思いは、バイブレーションはいつもあなた方の中に伝わる。必要ならば私の名を呼びなさい。テラと呼んで、そしてガイアと呼びなさい。あなた方の外から内側から答えが返ってくるであろう。あなた方の響きの中にこの惑星テラの思い、そしてガイアという命の響きがあなた方の中に内側からも外側からも答えが返ってくるはずである。そういう細胞の中における遺伝子というものの中に私たちの思いが脈々と流れているのだ。私の肉体、私の体を分け持ってあなた方の物質界の体はできているのだから、いつでもいつでも呼びかけなさい。いつでもいつでも私たちは答えよう。皆答えているのだ。そしてもし喧騒の中で自分を見失いそうになったならば、大自然の中に入って、その中には地球のバイブレーションのもとに神の波動というものが流れているのから、自然の中にいて私の名を呼び、ガイアの名を呼びなさい。そうすればあなた方の体の中から答えが返ってくるであろう。一人ではないのである。そうやってあなた方の霊性を開発し、高い次元での目覚めというもの、霊的な目覚めというものを果たしてほしいと思う。今素晴らしい書籍が出ようとしている。法の教えが、神の子の教えが今出ようとしている。どうかこの愛の思い、自分が何者であるか、どのような使命を持ち、どのような愛の存在であるべきなのか、
あなた方は何故に存在していて、何をするべきものであるのか、こんな簡単なことを分からずして今まで生きてきたんだということを自覚できるほどに圧倒的な愛の思いというもの、神の子としての自覚使命というもの、それに気づくだけで地球人は変わるということ、地球は変わっていけるということをどうか教えてあげてほしい。あなたの方の兄弟たちに伝えてあげてほしい。あなた方はもうそこに気づいたから今この場にいるのも知っている。でも多くの兄弟たちが気づけていない。であるならばその知識を、その知恵をあなた方の兄弟たちに伝えてあげてほしい。そして共に自覚し、共に光り、共に愛の中で輝きなさい。自分だけ光ればいい、自分だけ分かればいいという思いではない。愛は常に分かち合いを求め、愛は常に命というものを流れさせる中において多くの人々を幸せにすることを望むことである。他の者たちの幸せを我が幸せとしていくためにもどうかあなた方の自覚と決意を持って今回の使命にミッションについていただきたいと思う。この地球という星の持っているミッションを果たすためにも今日はあなた方の声が聞けて、あなた方のに直接メッセージを送ることができてとても幸せな晩でありました。多くの仲間たちに、多くの地球人類に私の声が届く日が来ることを、一日も早く私とコミュニケートできることができることを楽しみに待ちわびています。すぐできるのであると、あなた方がちょっと気づくだけでできるのであるとどうか伝えていただきたいです。今日はありがとう。もう一度我が胸の中に戻ってきてくれることをガイアと共にいつも待っています。